私の記憶が確かならば明日はホワイトデーです。おお、そうだ、はい、マスターは好きな人にチョコとかもらったら何をお返しするんですか？気になる。大した記憶がない。うわ、マスターといつかちゃんは？私はまあもらう側なんですけど、フィギュアとかブルーレイボックスとかもらったらちょっと寂しい。おい、でも毎年変わるでしょ。あ、まあそこは把握しといてほしいです、私のことを。なるほど。そういう関係性の中で。くれるならば。お、いらっしゃい。どうもいらっしゃいませ。え、プロゲーマーの数の子さんとモケさんと、あとその髪型のジャンボ尾崎。違う立川です。ああ、そうかそうかそうか。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンは先月発売されたグランブルーファンタジー VS をプレイします。人気 RPG グラブル初のスピンオフ版で数多くの人気ゲーマーがプレイ動画を配信するなど今注目を集めているタイトルです。さらにエボ2020のメイントーナメントタイトルにも決定。そんな話題のゲームを3人のお客様と共に紹介していきます。まず1人目は数の子選手。国内屈指のマルチ格闘ゲームプレイヤー。積極的に攻める攻撃的なスタイルで見る者を魅了。ストリートファイターシリーズやドラゴンボールファイターズなど国内外で数多くの優勝経験を持つ実力派プレイヤーです。2人目のお客様はモケ選手。学生の頃から才能を認められてきた若手プレイヤー。自身初の海外大会挑戦となったエボ2017では見事5位に。昨年のカプコンカップでは最終予選でラスト1枠を勝ち取り話題となりました。そしてもう一人のお客様は立川選手。ストリートファイター5で頭角を現し現在はドラゴンボールファイターズを中心に活躍するプロゲーマー。先日行われた世界大会では最終予選を勝ち上がり堂々4位となった今勢いのある若手プレイヤーです。まずはグランブルーファンタジー VS の魅力について語っていきます。いや、もう時はまさに大グラブル時代じゃないですか。皆さんやられました？やってますよね。もちろん。どうですか、あのゲーム？いや、神ゲーですね。神です。本業というか、ストリートファイターとかドラゴンボールとかみんなやってる中で、いやグラブル楽しいじゃんって言って超ハマってる時期ですよね。マスターもグラブルやられてます？面白い。マスターすごいやってますもんね。めっちゃ面白いです。オンラインの機能がものすごくよくできていてストレスが全くないですね、遊ぶ上で。そしてオンラインロビーっていうその交流する機能があるんですけど、そこで遊んでいると本当に今まであんまり格闘ゲームやってこなかったんだろうなって人たちもやってて対戦したりできるんですよ。ちょっと最近ではなかったことで、すごい楽しんでますね。本当レバガチャみたいな人と対戦したりできるので。そっか、グラブルから始めましたっていう。これから始めてますとか、そういう人たちもいて。みんな使ってるキャラクター違うんだもんね。違いますね、違います。どうやってキャラクター選んだの？いやまだ最初やっぱ自分に合ってるキャラクター誰かなって最初探し回ったんですけど、やっぱ攻めるキャラ得意なんで、それだったらランスロットにしようかなと思って。自分結構遠距離キャラもともと好きだったんで、ちょっとそこら辺結構2キャラいて、メーテラってキャラとフェリってキャラがいたんで、その2キャラでどっちか今選んでるところですね。もともとスト5もダルシム使いとして出てきましたからね。そうだよね。そういえば一番最初そうだった。僕カタリナを今使ってるんですけど、いいキャラ。下調べなしでこうパッと見で全キャラ見てカタリナを選んだんですよ。お、センサーがじゃあ正常だね、かなり。第一候補ゼタだったんですよ。だけどそうゼタだっつって触った時にちょっと性能が自分に合わないなと思って別のキャラいないのかなっつので第二候補カタリナだったんですけど、もうかっこかわいいなっつって可愛いなっつって強かったからじゃないんですか？いや可愛いなと思って強かったんだな。いや俺ね、グランブルーファンタジー VS に関しては数の子さんが使ってるキャラクターが最強だと思ってる。最終的にはそうなるなと思う。どのゲームもそうです。グラブル VS の話題も盛り上がっていますが、ここからは先月パリで行われたドラゴンボールファイターズワールドツアーファイナルについて聞いていきます。
わずか1ポイント差で出場権を逃した立川選手はおよそ240人が参加した最終予選を突破し決勝大会へ。その勢いのまま4位に。前回覇者の数の子選手は9位でフィニッシュ。優勝は郷一選手、準優勝はフェンリッチ選手となりました。大会ですっごい大事な局面で毎回風間さんに当たったんですよ。ポイント稼いでたらそう僕その LCQ に出なくても本戦に行けた。本戦に出れてたんですよ。風間さんに勝てば大幅にポイントをもらえるっていうシーンが4回来たんですよ。で4回とも風間さんが気まずい顔して俺を倒した後に速攻で立ち上がってスッとどっか行くんですよ。気まずいからいつも気まずいもんね。それにもムカつきましたね。それにもムカついた。マジでそうだよね。でももう試合の場ではしょうがないよね。いやまあねっていうのがあってでもう当日ね1枠しかないそうなんですよ。枠を取りにフランスまで行ってそう本当運が良かったっすよね。でもやっぱり結構ギリギリな試合何個もあったんですけどまあなんとか持ち切ったって感じですかね。本戦もだってすごいいい試合いっぱいしたもんね。まあそうですね。513戦があったんですけど、すごい大事な試合であれ勝ってれば本当にその大会自体の優勝が見えてたなって思ってるんですけど、やっぱそこはなんだろうまた違った緊張感があって場数が足りてないなと思いましたね。あの時はやっぱりまあ自分の実力も全然足りてないんですけど出れてよかったね LCQ ね。おねぎらいの言葉が。 LCQ 出れてよかった。いやその前に LCQ 出なきゃいけなくなったのあなたのせいですね。あなたのせい。ね、今若手が2人いるんだけど、こう立川も若手だしフレッシュな感じなんだけど、モケ君のこの爽やかさに比べて立川のその髪型どうなってんの？すごい。その何なのその感じ。いやいいけどさ。爽やかでしょ？いや爽やかじゃない。ちょっとシャンプーのいい香りすんのもムカつくわ。立川こう見えて寺の子だからね。いやそうだから由緒正しい生まれを持ちだから俺こそ説得力がこれだんだんね坊主になっていくんですよ。こうやってだんだんそう範囲を広げていくんですね。これ途中です。若手すげえなってなったの一番最初はやっぱりエボのモケ君とかっていうのは注目されたし、なんかそっからのなんか苦しみとか頑張りとかも結構あったんじゃないですか。舞い上がっちゃうというか自分がすごいやつなんだっていう感覚がやっぱ舞い上がったって言うんですかね。もうすげえテンション上がったんですけど、やっぱそっからの落差というかすげえ上がりきったところからのやっぱその落ち方みたいなのとかもやっぱ経験したりとか。なんかそういうのはやっぱすごくありましたけどね。すごく感じたのは本当にこの業界でちゃんと頑張るには5年以上かかるんだなっていうのが今年私が思ったことで、まずそのストリートファイター5で初めてこれまでの格闘ゲーマーの中にはいなかった新しい台として最初に DMM カップでその立川選手と直間選手が組んで出てきたのが自分はすごい印象的で、それでそこからその大会で結果を出すために日々頑張ったと思うんですけど、でも5年ぐらいかかってるっていうのはよく続けてくれたなっていうのがまず一つ自分の中であって、だから結構感動しましたね。その2人の活躍を見て、今年は。若手ならではの欲って多分あるんだよきっと。これ勝ったら人生変わるぞみたいな、この無欲な感じすごいもんね。和永さんのだから本戦出てんだって思っちゃうもんね。まあ長いですからね歴が長い。そういうのもありましたよ多分若手の時に。勝ったらモテモテだろうなとかあったんですよ。カップカップ優勝とかさされてるね。あったんですけど、まあそういうもんじゃないなっていうのは何回も気づいてきて最終的には無欲になった。そういうもんじゃないんですか？小バカにされてます僕ら。いずれわかりますよ。いずれわかりますよ。なんとなく感じ分かったと思うんだけど、このテンションが一人だけ違う感じ。違いますね。数の子さんね、多分ね他人に興味ないんだよ。いやでもそれマジいい線いってると思います。どういうこと？僕ずっと一緒にいるんで分かるんですけど、多分マジで他人に興味ないと思います。ありますよ。あるやつはいないでしょ。いや、これね非常に格ゲーマーっぽいなと思ったんだよね。プロゲーマー特有のさ、俺はこれだけやってるからいいやっていう感じがちょっと好きなんだよね。俺プロって感じで。いやでもなんか最近数の子さんのツイッターとかが発言するたびにみんながどうしたってなってるのがいいんだよね。多分ねこの人常識がないんですよ。いやあります。例えばの話とかってあるんですか？あれグリコの看板じゃんってなんか嫁さんなんか言って、
どれみたいなのはありました。そこまで大阪の道頓堀のさ橋のところだよ。そう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 。ここにあるじゃん。ここにそうこう行ったらこういうやつあんじゃん。で奥様があれグリコの看板だよって言ったんだ。そしたらあれ有名なやつだよねみたいになってどれすごいな、なんか逆にあんな大きいものを気づかないっていう。いや気づいていたんですけど知らない。デザインを知らなかったんですよね。きっとデザイングリコのデザインことなんか他にも寿司ネタの光り物がなんか光り物って言われて光ってる寿司なんかあるみたいな。やばい。香ってきたな。香ってきたな。若い時の話なんでいや光る寿司なんかないだろみたいな。正直光り物とか僕ちょっと分かんなかったです。今ですか？数の子属性が光り物の魚はい言ってどうぞ光り物そう言われるとむずいな。でも確かにイカそれ表面のテカリの話だからそういうとこだよ数の子さん。俺で回ってください。もういろんなことに興味持ってくださいよ。ゲームももちろんですけど、いやもういろんなことに興味持ってもらいたいけれども、やっぱりプロゲーマーはゲームが一番。こんだけメンツが揃ってるんでグラブルの方をちょっとやっていきたいんですけど、マスターもちろんグラブってこグラブってこはい、ということでここからは、グランブルファンタジー VS のエキシビションマッチ三つどもえ戦をやっていきたいと思います。はい、お願いします。エキシビションマッチ三つどもえ戦、まずは数の子選手 VS モケ選手の対戦からスタートです。ということで試合が始まります。数の子が選択したのはランスロット、このキャラクター非常に機動力があって、あと連携が強力なキャラクターですね。対してこのモケが選択したのはカタリナ、これ非常に硬派なキャラクター、飛び道具と突進技と、いわゆる無敵技の上昇系必殺技の3つを持っているハイスタンダードですね。で非常にリーチが長いので、そのリーチを生かした牽制中間距離のこういった動きが重要です。もう体力半分減っはい、た。ただこのやはりビルベルミント、そしてリーゲンストロームからの攻め、サザンクロスでガメ足のコンボにつないでいく数の子、バイスフリューゲル奥義につないで一瞬でフィニッシュ、圧倒しました。や20秒開始20秒の出来事。はりこのランスロットの攻めのこの圧力ですね、これが一気に出ましたね。無敵技とかで切り返していけますからね、カタリナが。入れ替わっているが隙が小さい、すぐさまサザンクロスにつないで奥攻めに持ち込んでいくのは数の子。投げを抜けて位置を入れ替えるのはモケですが、このやはりこのキャラクターランスロットですね、三角飛びという動きを持っていて、これが非常に速い。ダメ足に追い詰めても簡単に位置を入れ替えることができます。そしてこの無敵技のですねトゥルブレンツっていう動きも非常に強力でですね、上空にワープするんですが、ボタンを押しっぱなしにすることで急降下攻撃を出すこともできる。このまま数の子が決めてしまうか。画面足に位置を入れ替えた模型ですが、体力差かなりついている。画面端に行っても強いっていうね。そうなんです。このランスロット画面足から三角飛び、これは非常に強力ですから、追い詰めても追い切るのは難しいでしょう。模型は現在無敵技が空振りしている。そのままフィニッシュまで持ち込んでいく奥義。バイスフリューゲルでフィニッシュ。数の子2ラウンド連取で勝利、見事です。燃えた数の子は強かった。さすが。エキシビションマッチ三つどもえ戦第2試合は数の子選手 VS 立川選手の同チーム対決です。さあ対戦が始まりました。やはりこの数の子は、こういった飛び道具などを使いながら接近して持ち込んでいこうという狙いがあるでしょう。しかしここはデシュテンストで引き寄せてからこのようにですね、ジジという飛び道具を設置した上で、中下段の2択を仕掛けていくのが、このフェリーというキャラクターの強い部分。ここは空中ガードしている。しかし依然体力的には立川優勢な状況ですが、一気に画面足ガードさせてから有利取ってますね。さらに投げを使って攻め込んでいく投げが非常に強力。フェリーは無敵技を持っているんですが、投げは3つ目、これで一気に体力追いつきました。ここでお互いに解放奥義、非常に強力な超必殺技が使える状況まで追い込まれています。一旦遠距離戦飛び道具から空中投げ、そして中段残っているが、どうだ、削りが苦しい。チップダメージでフィニッシュ。しかもこれね、連続ガードに必殺技をすると最後にちょっと削り切ることはできないんですけども、数の子は今非常にうまくてですね、サザンクロスの2発目を遅らせることで連続ガードを解いたことで削りフィニッシュを狙うという非常にテクニカルな動きを見せました。フェリーちゃんは無敵技がないのでなかなか切り返すのが難しいという。一応無敵技は持ってるんですが、リスクが非常に高いのでなるほど。出しづらいですね。
このフェリーだけは無敵技がその C 版 EX 技出ないといけないんですね。ただその代わりその C 版を使ってしまうと8秒間その技使えなくなるので1回切り返した後に無防備な時間ついてしまいます。クールタイムっていうのが戦略に影響を与えてますよね。サザンクロスからの攻め、ここで向かい打ってベッポ無敵技を使って返していきます立川。しかしすぐさまブレードインパスで突っこれ込んでは生き残るでしょうね。アイスフリューゲル。さあどんな読み合いになるのか。残りましたが立川苦しい。さらに大現象からフィニッシュまで持ち込んだ一瞬の出来事でした。勝者数の子2連勝です。さすが。エキシビションマッチ三つどもえ戦第3試合はボケ選手 VS 立川選手の若手対決です。その2人のキャラ相性的なものはあったりするんですか？突進技の語りを持っているんですけど、フェリ側がですね、時事を設置したりとかしようとしたところに対して突進技があるキャラクターっていうのはかなり懐に入り込みやすくてですね、この無知からキャンセルでこの時事っていう飛び道具を設置するか、もしくはゲシュペンストっていう無知を伸ばすっていうところがフェリーの基本戦法ではあるんですが、その無知を伸ばしてくるゲシュペンストに対しては緊急回避回り込みでですね回避しながら反撃を狙っていきますので、こういったところが駆け引きになると思います。キャンセル技を使わずに少しずつ、ラインをこう押し上げていくのが立川のフェリー。しかしこの判定のしゃがみ中攻撃非常に判定が強いので、これを使ってダウンを奪って鉄筋戦に持ち込んでいきました。模型のカタリナ一気に画面下が無敵技の迎え撃てベッポ、そして時事を設置して、画面下から脱出することに成功しました。ここは無敵技エメラルドソードで返していく。ダメ押し壁がバウンドするととんでもないダメージだ。めちゃくちゃ減るじゃん。そして奥義につないでいきます。アイシクルネイルでフィニッシュ。とにかくこのグラブルバース画面貸しの連続技強力なんですね。特にその C の今日の必殺技にはそういうその壁からバウンドしてくる壁バウンドっていう性能がついてることが多くてですね、それを生かして、コンボを伸ばしていくというのがポイントになっています。数の子さんはやっぱり同じチームメイトとして立川君を応援してる感じですか？もちろんです。絶対嘘。やばいね今の。これは対空から時事が繋がらないが画面足に追い詰めて、体力的なリードを取っていくのは立川。しかもこのフェリーというキャラクター奥義が非常に強力で他のキャラとは違う。おっとこれはしゃがみ C 対空からゲシュペンストに繋いだ。体育側のリターンがあるのいいですね。互いにラウンド取り合っての最終ラウンドです。ステージが変化するのもまたいいですよね。中距離足払いでダウンを奪い、そして時事を使った2打攻撃ですね。先ほどジャンプ A 上りジャンプ A の中段でガードを崩していたので、ここは足払い下段につないできました。少しずつ体力差がついてきているゲシュペンスト連続させて時事へと連携をつないでいきます。カタリナは画面下絡まないと連続のダメージは大きくないですが、ここで無敵技エメラルドソード理解していきます。そして投げを絡めた攻め相殺している。模型のカタリナは解放技が使える体力状況ですが、立川のフェリーの残り体力は半分以上残っています。飛び道具を冷静に避けっていうね。足払いから攻め込んでいく。さらにダウンを奪ってダメージが近づいてきましたが、今模型のカタリナ技のクールダウンがちょうど上がりました。これを使えば一つの連続で倒しきる状況でしょう。しかしそこに対して反発から非力視点からつながっていない。対空しっかり残るがどうなる。この壁にはダメ出し。そのままフィニッシュに持ち込んだ大逆転。模型の勝利。はい、ということでグランブルーファンタジー VS エキシビションマッチ三つどもえ戦、2勝全勝で数の子優勝。ありがとうございます。いやー、みんなでお寿司食べに行こう。光り物。2月29日に開催された鉄拳プロチャンピオンシップ日韓対抗戦2020。鉄拳シーンにおいて日本と韓国は幾度となく世界のトップを争い切磋琢磨してきたライバル同士。鉄拳修羅の国と言われる韓国からは昨年の鉄拳ワールドツアーで活躍したトッププレイヤー10名が参加。去年負けたんで、それで悔しかったんでみんな練習もしてきたんで絶対勝てるようにしたいと思います。일단은 한일전 자체가 분야를 제외하고 이제 되게 중요한 경기라고 생각해서 경쟁도 되게 심할 거고 또 対する日本は14名のプロ選手が予選を行い選抜された精鋭10名で迎え撃ちます。
ずっと昔からもうライバルって感じですかね。練習にも韓国行ったりしてもう本当強いプレイヤーがたくさんいますんで。僕敵を始めたのは15歳の頃で今14年目なんですけど、その頃からずっとライバルだったんで、意気込むってよりも前回僕たちも勝ったんで今回はまた勝つぞってぐらいの気持ちで。ライバルっていうのは常に変わらないので今回倒したいと思います。エボジャパンで僕は体調不良でちょっと出れなかったんで、悔しさというかモヤモヤした気持ちを全力でぶつけて絶対に勝ちます。まずは前哨戦となるライフ獲得戦。各国が4組に分かれて戦い、勝利チームのメンバー1名が敗者復活権となるライフを獲得します。韓国が実質11名、日本が実質13名と日本有利の状況でいよいよ勝ち抜き戦へ。連覇を狙う日本とリベンジをかける韓国。初戦は日本のノミ選手が勝利。対する韓国はランチ選手が2連勝。拮抗した展開となりますが、日本3番手として登場したゲン選手が流れを変えます。ランチ選手、エボ2018王者のローハイ選手、さらに鉄拳界のレジェンドニー選手といった並みいる強豪を相手に6連勝の快進撃を見せます。ローキック、なんということでしょう。日本リードのまま一進一退の攻防が続き、韓国はついにラストとなるウルサン選手が登場。これはスクリューさせて健闘を見せますが、最後はチリチリ選手が勝利。日本チームが見事連覇を果たしました。日韓対抗戦2020 단일전을 했는데요. 이제 저희 한국이 졌는데 이제 일본 선수들이 확실히 단합이 엄청 잘 되는 것 같고, 한국이나 일본에서 굉장히 또 주목을 하는 이벤트인 만큼 뭐 내년에도 또 열리면은 좋겠다고 생각합니다. 次から次の本当に強い人ばっか自分を止めるために来てたんですけど、その強い人たちもしっかり倒せて自分の励みになりました。最後は決めれたんですけど、やっぱそれ以前にゲンとかノロマとかの印象がちょっと強すぎて、僕もやっぱあそこまでまた強くなれたらなって思いますね。今宵の格撃スタハメ順は、グランブルーファンタジー VS 回であったんですけれども、そろそろ閉店のお時間となりそうです。お客様に感想を聞いていきましょう。今回出させてもらったのが2回目だったんで、前回と比べたら結構緊張せずに喋れたんで、そこがすごい良かったのと、前回出た時対戦の部分結構ボコボコに負けちゃってたんで、ワンチャン今日も負けたらなんでこの人呼んでんのみたいななりそうな気があったんで、勝ってよかったです。いや本当によかった、強かったもん。グラブルーバーサス自体がまだ発売して間もないゲームなんで、プレイするのはやっぱすごい楽しいんですけど、やっぱ話をする、トークをすることもやっぱすげえ今楽しい時期なんで、すごく有意義な時間でした。また来たいです。僕今回初めてだったんですけど、すごいアットホームな感じでいろいろ喋れて楽しかったです。また僕今ゲーミングハウスで住んでるんですけど、歌いロボさんもすごい来てくれてるんで、またこの後ちょっとハウスに連れてってたくさん練習したいなと思います。ということで、今宵の格撃スタハメ順のお客様は和の子さん、モケさん、そして立川さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は2号店からお届けするスペシャル版第1回ハメ順カップも開催。